皆さんこんにちは、レンです。今日は初めての一人でのポッドキャストなのでとっても緊張しています。そしてマイクも新しくしたので私の声はどうですか？少しでも皆さんにいい音をお届けできるように私も頑張りますので、皆さんも日本語の勉強頑張ってくださいね。今日は日本の働き方についてお話をしていきます。日本で働くというと休みも少ないしお給料も少ないし大変そうだなって思ったことはありませんか？私は20年近く日本で会社で働いていたので、日本の働き方についてはとっても詳しいです。今日は日本の働き方についてお話をしていきます。有給という言葉を知っていますか？有給とはお給料をもらいながら休む日のことを有給と言います。この有給、日本だと1年にだいたい20日間、20日間くらいある会社が多いです。もちろん会社にもよりますが、だいたい20日、20日の会社が多いと思います。そしてよくびっくりされるのが、もし自分が風邪をひいた時、病気になった時、そんな時もこの有給を使います。日本では自分が病気になった時、有給を使うのは当たり前なことなので、そんなに不思議に思わなかったんですが、いろんな国の人とお話をしているとびっくりされることが多いです。日本の考え方は、体調管理は自分の仕事だから自分が体を壊したり病気になったら有給から休みを取るのが当たり前という考え方です。大変なのはコロナとか長い病気になった時ですよね。1週間会社を休む、それも有給です。だから20日間の中から1週間病気で休みがなくなってしまいます。悲しいね。悲しいですよね。もっと大変なのは子育てしているお母さんです。例えば子供が病気で休まないといけない。でも家に誰も子供の面倒を見る人がいない。そんな時お母さんが会社を休まないといけない。その時も有給を使います。本当に大変ですよね。そして日本は残業も多いです。1日1時間2時間残業は当たり前。家に帰ると夜8時とか9時になることも多いです。日本人はすごく周りの人に気を使う性格なので、自分以外の人がまだ働いていたら自分だけ先に帰るなんて悪いなって思ったり、日本の会社は上下関係がとっても厳しいので、先輩がまだ残っていた、上司がまだ会社に残っていたら後輩の私だけ先に帰るのは悪いなっていうふうに思ってしまって残業をすることもよくあります。あんまり良くない文化ですよね。そしてサービス残業という言葉もあります。サービス残業とは、普通残業をすると残業代として追加でお給料がもらえますが、残業代をつけない、残業の時間無料でタダで働くことです。それをサービス残業と言います。サービスで残業するからですね。なぜこんなことがあるかというと、あんまりにも残業が多いと上司や会社から怒られてしまいます。だけど自分の仕事がまだ終わらない、こっそり残業する。そんな時は残業代をつけずに自分の仕事が終わるまで残業します。それをサービス残業と言います。
でも日本の会社も残業することは良くないことだという意見がたくさん出てきているので、最近はノー残業デーという言葉もあります。これは会社が例えば1週間に1回、水曜日は必ず皆さん会社が終わる5時に帰りましょうと会社が決めて、必ず定時5時に帰る日のことです。会社が必ずその時間に帰りましょう、残業ゼロにしましょうと決める日のことをノー残業デーと言います。日本だと1週間に1回、水曜日にノー残業デーにしている会社がとっても多いです。私は今タイに住んでいますが、やっぱり日本の会社の働き方って本当に大変なので、正直もう日本の会社には戻れないなって思ってしまいます。このポッドキャストを聞いてくださっている方には、日本で働きたいなと思っている方もいると思います。でも日本で働くこと、もちろんいい面もたくさんあります。今日は少しネガティブな良くない面をお話ししましたが、日本の働き方はどうでしたか？ぜひ思ったことや意見があればコメントに書き込んでみてくださいね。私は自分はお金や仕事ももちろん大事だけど、家族との時間、趣味、友達との時間、自分の時間もすごく大切にしたいので、残業が多い会社ではあまり働きたくないなと思ってしまいます。皆さんもいろんな働き方やいろんな意見があると思います。有給、残業について今日は日本の働き方をご紹介しました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。